はいどうも、吉助です。今回はこちらの高知県産の四万十鶏の胸肉を使いまして、柔らかくジューシーで美味しい塩唐揚げ作ります。まずは鶏胸肉約 500g 使います。余分な油を落として皮は外していただいても大丈夫です。今回はそのまま使います。1個あたり 30g から 40g 程度の大きさにカットします。今回は火が通りやすく食べやすいように厚みを持たせた板状のような感じにカットします。細いところで1個取ってから2つに割り、そこから断面が広くなるように斜めに包丁を入れて切っていきます。こんな感じ。大体で大丈夫です。難しければ小さめのサイコロ状にカットしてもらっても OK です。カットしたものをバットに入れ、そこに小さじ1の塩。今回は塩が味の決め手となるので、ミネラルの多い海水からできた旨味のある塩を使っていただくといいと思います。あと黒胡椒を少々、一味唐辛子を少々。今回は一味がなかったので七味を使っています。この辺の臨機応変さは家庭料理には大事です。塩、黒胡椒、一味が入ったら一旦しっかりと手で揉み込みます。その後、ニンニク1かけすりおろし、生姜少々すりおろし、リンゴ大さじ1程度すりおろし、皮付きのままで大丈夫です。今回このリンゴが胸肉を柔らかくしてくれるポイント。生のニンニク、生の生姜がないという方は市販のおろしニンニクおろし生姜使っていただいても大丈夫です。その際には市販のおろしニンニクおろし生姜には塩が入っていますので、最初の塩の量を調整してみてください。あと砂糖小さじ2、酒大さじ1、すべてが入ったら全体に混ぜ合わせ、ベターっとラップをして冷蔵庫で3時間以上寝かせてあげてください。できれば一晩寝かせてあげるとグッドです。しっかりと味をなじませたら揚げる準備をしていきます。バットやボウルに適量の片栗粉を準備。漬けていた鶏胸肉の表面に残っている漬け込みの液を手で拭うようにのけてあげ、片栗粉のボウルに移します。次に片栗粉を肉の表面にまんべんなくつけ、余分な片栗粉は落としておきます。肉の表面は片栗粉がうっすらつき、粉っぽさが残っている状態がベストです。片栗粉を薄くつけることによって冷めても美味しい唐揚げできますよ。それでは揚げていきます。油の温度は170度から180度前後。菜箸を入れて泡が勢いよく出てくる程度がいい感じ。油の量に対して鶏肉を入れすぎないように注意しましょう。入れすぎてしまうと油の温度が下がりすぎてベタっとした唐揚げになってしまいます。下にした面から色づいてきますので、色づいたらひっくり返しましょう。両面いい色になってきたら全体を混ぜるように持ち上げ、軽く空気に触れさせてあげてください。これ唐揚げ美味しく揚げる時のちょっとしたコツです。8割から9割程度火が通ったら引き上げ、あとは余熱で完全に火を通します。揚げ時間は油の温度、熱源などの強さによって変わってきますので、ご自身で調整してみてください。ちなみに今回の揚げ時間は約5分程度で揚げました。これで柔らかジューシー鶏胸肉の塩唐揚げ完成です。作業内容は簡単ですが、冷蔵庫に寝かす時間が長いので、その場でさっとできるお料理ではないので、冷蔵庫に鶏胸肉が残っている時とかに、今日の夕飯のついでに一緒に仕込んでおくと便利なのかななんて思います。揚げたてはジューシーで柔らかく、味も中までしっかり入っていて美味しいです。味付けのコツは美味しい塩を使うことと、塩に対しての砂糖の量のバランスですね。鶏胸肉がある時にはぜひ一度作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で。